今回は機動戦士ガンダムユニコーンアニメ版エピソード7にてガエルちゃんが登場し、バナージがユニコーンガンダムに乗り込む時間を稼ぐべくメガラニカ内部でフルフロンタルのネオジオングと交戦をしたこのシルバーバレットをレビューしていきたいと思います。プラシキチャンネルというわけで、どうも皆さんこんにちは、プラシキです。今回はこちらの HG144 分の1シルバーバレットガエルちゃん専用機、2015年9月発売、販売価格は2530円となっているこちらをレビューしていきたいと思います。こちらの機体なんですが、原型機がドーベンウルフとなるようで、もともとなんかガンダムではないみたいなことを書いてたんですよね。実際どうなっているのか見ていきたいと思います。それでは早速内容物をチェックしていきましょう。内袋が1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。ランナーがこのような感じのランナー数となっています。HG としてはまあまあ多い方じゃないんでしょうか。同一色が多いような印象ですね。それではランナー見ていきたいと思います。このような感じでドーベンウルフのランナーが使われていますね。全体的にライトグレーの配色がいいですね。こちらもドーベンウルフのランナーとなっています。ディテールはあまり細かい方ではないのかなという印象でした。こちらがシルバーバレットのランナーとなっています。こちらもガエルちゃん機ではない方のやつですね。そしてこちらもドーベンウルフのランナーが使用されているようです。そしてこちらはシルバーバレットのランナーとなっていました。このような感じですね。そしてこちらもドーベンウルフ。ドーベンウルフのランナー多いですね。実際ドーベンウルフ見たことないんですよね。再販されてるのも全く見ないので、いつか再販してほしいですね。今ネットものすごい高額になってるので。さあこちらもそうですね。ドーベンウルフのランナーとなっています。こちらがシルバーバレットのクリアパーツ。そしてこちらがやっとガエル機の新規ランナーとなっていました。こちらもそうですね。こちらも同じくガエルちゃん機専用となっています。こちらもそうですね。新規ランナー少ないですね。そしてビームサーベルはブルーが2つ。そしてポリキャップ。そしてホイールシール。結構多めのホイールシールが付属しています。そしてこのリード線も付属していました。それでは説明書見ていきたいと思います。このシルバーバレット、ガエルちゃん機ではない方の MSV のやつですね。こちらの説明書が付属していました。こちらも実物見たことがないんですが、このような内容の説明書、白黒とカラーの見開きタイプの説明書となっていますね。ドーベンウルフのユニコーンバージョンもかっこいいんですよね。ただこれも見たことないです、実物。この辺り再販してほしいんですけどね。内容はこんな感じの内容となっていました。工程数に関しては少し多い印象でした。そして余剰パーツに関してなんですが、こちらの元々のよりもこちらのプレ版の方に書いている C パーツなんかに余剰パーツが出るようですね。そして一部組み立てが違うのと、シールの貼る場所ですね、その位置が変わるみたいなので、その位置の添付場所の指示があるような説明書となっていました。それでは早速胴体部パーツから見ていきたいと思います。このような感じのシンプルな作りの胴体となっています。この合わせ目が脇下から肩の部分なんかに出るような感じとなっていますね。この腕の位置は付け根は動くようになっています。首の部分もこのような感じで可動域が設けられていました。非常にシンプルな胴体。この緑の部分は色分けされています。そしてこのバックパックの部分が結構作りが細かくできていて、こんな感じで可動域結構広めに取られています。裏面はこのような感じ。上から見た感じもこのような感じですね。後ろからもこのような感じですね。で、この位置も稼働するようになっていて、この位置開くと中にミサイルが見えるようになっていました。この位置も稼働するようにできています。結構作り細かいですね。色は非常にシンプルなんですが、このような感じで裏面もディテールがしっかりと入っているような感じとなっていました。色分けなんかは少しされているようなイメージでしょうか。そしてこのインコムの部分なんかは引き出すギミックが搭載をされていました。このような感じ。そしてこのインコムの部分なんですが、説明書に書いてはいないんですが、リード線をつけられるみたいですね。しっかりリード線用の穴が開いてたので、このような感じでインコムを展開した状態にすることもできるようです。こちらなんか知らないんですが、説明書には書いてませんでした。
そしてこのミサイルをこの位置にはめることもできるようになっていました。このような感じでかっちりとはまります。保持力高いですね。なのでこの根元の部分動くので、同じようにこのミサイルも動くといった形となっていました。この部分かなり好みな作りをしていました。さあ続いて頭部パーツですが、ガンダムヘッドこのような感じとなっていますね。全体的には非常にシンプルな色味となっています。この頭頂部から後ろに後頭部にかけて合わせ目が出るようになっていました。このような感じ、少しもっさりとしたガンダムヘッドという感じでしょうか。そしてこのようにジムヘッドもおまけでついてましたね。このような作りは基本的には同じような作りにはなってるんですが、結構この部分、上の部分にも合わせ目が出てしまいますが、こういったパーツがついてるのは嬉しいですよね。並べてみるとこういう感じ。個人的にはジムヘッドの方が好みなんですが、若干作りが違うみたいですね。アンテナなんかが細くなっていました。続いて腕部パーツ。上腕部ポリキャップで接続。前腕部も同じようにポリキャップでの接続となっていました。このような感じの腕部となっています。ボールジョイントでマニピュレーターを接続し、このような合わせ目が前後に出てきますね。肩部分なんかにも少し合わせ目が出るような作りとなっていました。そしてこちらが肩アーマー。このようなシンプルな作りの肩アーマーとなっています。結構シールで色分けするところがぼちぼちとある感じですね。肩アーマーに関しては先に胴体に取り付けるような作りとなっています。そしてマニピュレーターは平手が2つ。そしてこの握り手ですね。こちらが2つ。そして銃持ち手が1つとなっていました。続いて脚部パーツ見ていきたいと思います。まず足部分からこのような作り。肉抜きが少しありますね。そしてポリキャップでつま先部分を接続。このような裏面には肉抜きはないですね。かかと部分に肉抜きが出てしまうような作りとなっています。そしてこちらがすね部分。結構大型のパーツとなっています。この位置稼働します。この位置も稼働するようになっています。合わせ目はこの位置とこの位置に出てしまいますね。裏から見ると結構パーツ的には組み合わさった作りとなっています。そしてこちら太もも部分。合わせ目はサイドに合わせ目が出る作りとなっていました。そしてこちらをポリキャップで接続。このような感じ。そしてボールジョイントで足部分と接続します。このような感じの脚部ですね。結構全体的にスタイルいいような感じの作りとなってるんじゃないでしょうか。色味が非常にシンプルですね。この位置なんかは稼働します。そしてこのサイドスカート的なパーツ、こちらのパーツは脚部に取り付けるようになっていました。この位置にポリキャップでのジョイントとなっています。これで脚部パーツの完成となりました。全体的にプロポーションいい感じの脚部をしてるんじゃないでしょうか。結構ごつめなんですけどいいですね。膝なんかもある程度曲がります。続いて腰部パーツ、非常にシンプルな腰部パーツとなっています。サイドアーマーが脚部につくのでサイド部分にはつかないですね。裏面にはアクションベース用の穴が開いていました。軸の部分は少し稼働するようになっています。それでは武装類他パーツ見ていきたいと思います。このようにビームライフルはモナカ構造の合わせ目となっています。非常にシンプルで動くところはないですね。さあそしてこちらがシールドとなります。ジェガン用のシールドがベースとなっているみたいですね。このような感じでこの位置はスライドのギミックが搭載をされていて、先端部分もこのように開口するギミックが搭載をされていました。色分けは最低限というところでしょうか。そしてビームサーベルが2本付属をしていました。そしてこちらのパーツがプラモデルオリジナルのロボットハンド的なものですかね。こちらが付属をしていました。こちらなんですが、このような感じでビームサーベルを持たせることができるようにもなっていました。こんな感じで上腕部に取り付けします。そしてリード線、このような感じで接続をして前腕部と上腕部の方に取り付ければリード線で優先式展開している状態ですね。そしてこのような台座も付属をしているので前腕部の部分を
こんな感じでカチッとはめ込んでしまえば、こういう状態で本体に取り付けて再現ができるといった感じになっていました。倉敷チャンネル。さあ、それではパーツ関係揃ったので取り付け可動域見ていきたいと思います。まず下半身から軸でのポリキャップジョイント。下半身このような感じになっていますね。結構どっしりとしていてかっこいいですね。重厚感あっていいですね。結構脚部は安定感ありそうな感じです。左右に開く動作、このような感じ。ここはちょっと胴体が入るんでここまで開くかわからないんですが、前後へもかなり可動域は広いですね。こんな感じで広めの可動域が確保されていました。膝に関してはこの位置まで曲げることが可能となっています。足首もかなり自由に動きますね。このような下半身。続いて上半身。ポリキャップで軸でのワン部ジョイントとなっています。このような感じ。そして両腕を取り付けた状態がこちら。そして水平方向ぐらいまでは余裕で可動域ありますね。このような感じで。で、前部分に関しても結構軸の部分が動くのでかなり自由度が高い可動域になっているんではないでしょうか。肘に関してはそこまで可動域ありませんね。そして頭部、ボールジョイントでの接続となります。結構がっちりとはまります。頭部は結構動くんですが、角のアンテナ部分が結構当たるんで、あんまりがっつりは動かせないですね。ちょっと折れそうな、そんな感じがします。この後ろのバックパック部分なんかも結構動くので、こんな感じで展開することも可能となっていました。ただアンテナ部分がちょっと干渉するので気をつけて動かした方がいいかもしれません。それでは下半身とのドッキング、ボールジョイントでの接続となっていました。このような感じの本体の完成となっていますが、胴体部分はボールジョイントのためかなり大きく動きますね。左右へも触れます。前後へもある程度というところでしょうか。これでシルバーバレットガエルチャン機完成です。さあ、シルバーバレットガエルチャン機完成しました。素組み状態でこのような感じの色味プロポーションとなっています。結構プロポーションいいですよね。どっしりしててかっこいいんですよね。また単色っていうのもいいのかもしれません。少しポージングしていきたいと思います。結構可動域広いので両手持ちもできますね。このような感じでシールドのメガランチャー展開状態、そしてビームサーベルを保持した状態ですね。そしてこれがジムヘッドの部分ですね。これかっこいいんですよね、結構。そしてこの肩部のビームキャノン、こちらの方も展開できます。そして有線式のオールレンジ攻撃、そしてこちらがオリジナルのワン部ですね。無線式となっています。この両手持ちのビームサーベルを構えた姿もどっしりしてかっこいいですね。そして大きさの比較なんですが、結構シルバーバレットでかいですね。ユニコーンと並べてもこのような感じで大きくなっています。バックパックも大きいんでより大きく見えるといった感じでしょうか。さあ、それではシルバーバレット素組みご覧いただきましたが、皆さんどんな感じの印象を持たれたでしょうか。それではエンディングいきたいと思います。今回 HG144 分の1シルバーバレットガエルチャン機を素組みした感想ですが、プロポーションよく迫力のある機体となっていました。難点で言うと、緑色の部分は色分けされている箇所以外は全てシールで補わなければいけないところが多く、シールの貼る箇所も奥まった場所であまり綺麗に貼れない感じが見受けられました。あと合わせ目もぼちぼち出るようになっていました。良かった点は武装類がとても豊富にあることと造形が素晴らしいですね。有線式ハンドなんかは展開するだけでかなりいい感じに決まります。また可動域は広いためポージングもよく決まり、足部も安定感があるのはいいですね。色分けには多少難がありますが、かなりかっこいいキットに仕上がっていました。塗装派の人だと相当いい仕上がりになりそうです。しかし普通のドーベンウルフが手に入らないというか、ネットで高額すぎる。バンダイさん再販お願いします。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。